つけし落としてもらっていいですか。落ちると思うから。おお、なんか落ちるからさ。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちです。今日はですね、皆さんに簡単に非常によく効くバックサーブをやっていきたいと思います。まず手順の1つ目はですね、まず構え方をやります。で、構え方はバックサーブの皆さんバレバレな構え方をしている方いませんでしょうか。バレバレな構え方とはこういう構え方は標準ですよね。標準。これだと横下とか横上とかラケットをこう回転を変えるときに最後にこうバレる可能性があるんですけども、最初の構えるときにちょっと誘いを使います。誘いを使うというのはどういうことかというと、まずですね、親指を立ててグリップの底を天井に向けるようなこういう構えをして皆さんバックサーブをやってみてください。こうです。みたいなこの面みたいな感じですね。いかにもめっちゃ横上っぽく見えます。こうやって振るからめっちゃ上っぽく上げるから上っぽく見えます。めっちゃ横上っぽいバックサーブの構え方をすることで横上にしかどうしても横上にしか見えない。これ横上じゃないです。これ横下なんですよね。横上に見えるんですけど横下です。横上に見えるんですけど横下です。横上に見えるんですけど横下です。上に見えますよね。でも下回転が今これ実は入ってます。この面でやると上に見せることができるという強烈な誘い面になります。なのでただなんとなくこうやってやるともったいないです。こうやってやると誘いがないのでインパクトをよく見れば面で見破られたり上下とか見破られちゃってもったいないんですけど、最初の時にこうすればなんだろう上っぽいなって思わせるっていうのが大事になります。でしかもこれ手首をマックス状態にしてます。こうやって直角にすると手首がより入ります。より手首がいつもよりも強く入った状態、手首がグググッと奥に入れ込んだ状態になるので、通常のバックサーブは手首入らないです。入りづらいです。ちょっと入るだけです。でもこうすると手首が結構入ります。手首が結構入ってくれるので回転量がその分めちゃくちゃ増えるということですね。なので回転量もすっごい増えながら誘い面を作ってる。で上か下か全くわからないという強烈なバックサーブにこの構えだけでまずなります。はい、手順の2つ目で、いわゆるバックサーブのまず切り方、ブチ切れになる方法なんですけど手首をマックスの状態にねじ込んでいるので、ねじ込んでいる状態で台と直角にしたヘッド真上にでこう手首をねじ込む。で手首を振りに使って振り子と草を上げた瞬間に振り子のスイングを振り子スイングをしてでボールの右を使う。それめちゃくちゃ切れます。でトス上げて振り子、はい、まあ、実際どんぐらい切れてるかっていうとなのでこういう感じですね。これめっちゃ切れてます。めっちゃ切れてます。やばいです。すんごい切れるんですよ。こっから切るよりもないところから手首が半分しか使えない状態で振り子をする。これでも切れます。ですけど手首の弱いですよね。手首の返しが弱いです。でバックサーブが切れてる人は手首の返しがとても強いです。
なのでこうやって構えることによって手首の返しがより強くなるので、めっちゃ強いスピンを生むことができます。振り子と草を上げた瞬間に振り子のスイングを振り子スイングをして、なのでこうやって構えることによって今度出てる3つはですね、横上と横下の掛け分けなんですけど、これ簡単にできます。めちゃくちゃ簡単にできます。でそれはボールの右側で横回転をかけると皆さん言いました。私はボールの右側で振り子の反動で振り子でしならせて、ボールの右側を手首を使ってカツッと切る。でもめっちゃすごいスピンですね。暴れる、めちゃくちゃスピンが入る。でその時にバックサーブは前にスイングするようにすると上になります。強烈な上になります。皆さん知っておいてください。前に向かって振ると上、前に向かって振る上で、この時にこの時にボールの右側を掴んでください。意識は一緒です。超上をかけたい時は前に振る時に右側、この真右の方を掴んで前に振る。そうすると上になります。はい。難しいスイングとか難しいボールの掴み方をしようとするとバックサーブでミスが増えちゃったりとか、あとは面がバレちゃうんですね。角度が変わっちゃって、極端に角度が変わって相手にバレちゃったりするんで、そのままここからボールの右側、ここでいいんです。ここだと右だと相手にバレづらいんですよね。ここだと右上意識だともう右上意識だともうこれ上だなって分かっちゃいます。ですけど真右だとこれ今一瞬横下にもちょっと見えますよね。横下にも見えるし、横上にも見えるし、横にも見える。3タイプのサーブの回転の種類に見えます。は横上なんですけど、3タイプでラケットを迷わせることができます。なので皆さん横上をかけようとすると、皆さんやっぱこの右上をつかみがちですよね。右上でアップかけようと思って右上でバレバレです。もう上ですよ。超バレてます。じゃなくて真右をつかむことによって上か下かを迷わせてください。で前方向に振るとそれで前進回転入って上になります。バウンドするごとに前進して相手コートで横上になります。私のコートでは真横回転で出ています。真横で出て、でも前に飛ばしてるから台でバウンドするごとに前進回転が強くなっていきます。なので結果的にスイング的には右を掴んでる割には超上が入っているという状態ですね。真右を掴んでる割にはつっついたらめっちゃオーバーミスっていう。真横回転が増しても嬉しいのは、真右だと安定度バカ高ですね。なんていうんですかね、この一番安定しやすいですよね。こう掴みやすいじゃないですか。バックサーブでボールの右側を横回転かけるっていうのは非常に安定掴みやすいですよね。なのでバックサーブで大事なのっていうのは2バウンドで短く出さなくちゃいけなかったり、2バウンドで短くとか長くロングで同じように出さなきゃいけないとかありますよね。でそういう安定して出すためにも今の単純にシンプルにボールの右側を掴むっていうのは安定度を大幅に向上、バウンドの位置もちゃんとコントロールしやすい。なので自信持って思いっきり切ることができる。サービスミスも少ないで回転の変化がめちゃくちゃ大きい。騙しの誘いの面もあるっていうので非常によく効く横上回転になります。アップかけようと思って右上でバレバレです。もう右を掴んでる割には超上が入っているという状態。右を掴んでる割には超上が入っているという状態。
横下回転はまあ誘い面ですよね。横上っぽく見せておいて、させて上かなと思ったところでボールの右側を掴むとき、振り子を使って手首切るときにボールの右側を掴むときに左から右に向かって振り子を使うようにして、右の方にこうちょっと抜けるように力を加えるとめっちゃ強い下が入ります。強い下横回転ですね。はい。ボールのバックサーブやるときに左から右、こういうスイングですね。左から右に向かってちょっとその意識で同じようにラケットを立てた状態で、ボールのポイントはボールの真後ろでいいです。ボール背中です。背中のまま左から右に向かって振ってもらう。そうするとめっちゃ横下が入る、強い下回転が入ります。じゃあちょっと打ち方が違うように見える、前に振ったり横に振ったり、これちょっとあかりさんのスイング違うんじゃないって思うんですけど、実はですね、下回転の方はこういうフェイクが、最初の構えがこうめっちゃ上系のフェイク入ってて下が入る。これ下に見えないですよね、多分スイング的には下に見えない、横上かと思いますよね。誘い面作っといて、そうするとこれが横下、強烈な横下だとはちょっと気づきにくくなります。はい。でシンプルにボールの真後ろ、背中、私から見てさっきは横上回転は右側を掴む、真右でいいって言ったんですよ。ですけど今回はここ真後ろです。簡単です、掴むポイントは。とびきり難しい真下をちゃんときれいに掴めとか、真下掴むと難しいですよね。実はバックサーブって真下難しくないですか。バックサーブの真下回転ってフォアはまだ下はまだかけやすいかもしれませんけど、バックの真下って難しい。でバックは横を掴む、バックサーブは横を掴むのが簡単なので、お尻も掴むのは非常に簡単です。でこれをですね混ぜるとめちゃくちゃ効きます。最初の構えこのめっちゃアップに見せておいて、で前に振れば超アップになります。ただでもこれ横回転に見えます。横回転にも見えるけどすごいアップになります。でそのまま前に、これがマジ横下回転です。多分違いがほとんどわからないのかなと思います。でもこっちはシンプルにこれ横下です。これ横上、これ横下系のフェイク入ってて下が入る。これ下に見えないです。っていう感じで非常に分かりづらいサーブになったかなと思います。横にも見えるし下にも見えるし上にも見えるし、いろんなのに見えて、で回転のかけ分けが簡単にできる。でサーブも手首がめっちゃ使えるからよく切れる。で掴み方が非常に簡単なので、捉えるとこが右と後ろしかないので、シンプルに自信持って当てミスとかしないので、簡単に回転の使い分けで相手を騙すことができるということですね。あとこのバックサーブのいいところはですね、例えば相手にネットミスさせたいなって思った時、バックサーブがやって効かない、普通に返される。でその時にネットミスさせ、もうちょっとネットかかる、もうちょっとネットかかる、ネットミスさせたいって思った時は逆に左から右に向かってちょっと意識を強めに引っ張ると、こっちに引っ張るとちょっと下が強くなるので、相手が落としやすくなります。ネットミスを誘うことができます。で、同じようにですね、バックサーブがちょっときれいに返されて、もっと浮いて帰ってきてほしいとか、オーバーミスしてほしい、3球目チャンス、浮いた球を打ちたいって時は、さっき言った前方向にちょっとスイングの方向を持ってくることによって回転をですね上を強くすることができるので、結果的に相手のレシーブが同じような振りでほとんど分からない状態で浮きやすくなってくるということで、試合中もですねそういうちょっとしたバックサーブを自分で、相手によってちょっと前方向に振るとかちょっと右方向に振るとか、その意識でレシーブの、レシーブミス、ネットミスだったりオーバーミスっていうのを増やすことが
その場でできるようになるので、臨機応変にこうやってキックバックサーブというのを作ることができるというのも非常に大きなことかなと思います。ぜひ皆さんやってみてください。ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し、役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。